今回は自分たちへの新居祝いとして IKEA から計37点総額23万円分の家具を購入したので、皆さんにも使ってもらいたいマストバイアイテムから買って後悔した商品までいろいろシェアします。どうぞ最後までご覧ください。8月半ば、新居に大きなトラックがやってきました。7月に入居してから1ヶ月間は引っ越しやリノベーションで忙しかったので、まだまだ家の中は家具が揃っていない状態。やば、すっごい大きいトラックだったね。初めて見た、あんな大きいトラック。私たちの家から一番近い IKEA はスウェーデンとフィンランドの国境にあって、車で行くと2時間弱かかります。愛犬のジェマが怪我をした時期とも重なっていたので、今回は全てオンラインで買い物をしました。まずは3つの箱にバラバラに入っているソファーを組み立てていきたいと思います。今回購入したのは L 字型の5人掛けのソファーで、ランズクローナというシリーズ。この足の部分が木の素材かメタルかを選べたので、私たちはメタルをチョイス。IKEA の家具はすごく組み立てがめんどくさいイメージがあったんですが、ソファーはほぼ完成形の状態で箱詰めされていたので、3つバラバラのソファーをくっつけてクッションをつけたら完成です。もう柔らかくないね。そう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 。No, I'm sure it will be with time. 買う前に座り心地を試していないので、予想以上にクッションが硬かったのに少し笑っちゃったんですが、サイズ感と布生地のジーンズっぽい感じがとても気に入っています。確か全部で37点買いました。いろいろあるのでちょっと駆け足で紹介していきます。かわいい。砂糖入れです。そうそう、砂糖入れを買いたくて。じゃあ次、じゃん。これはオーブンで使うフォームですね。このガラスのやつが欲しくて。すごい。ほい。すごい大きいやつ。35×25 センチのこのフォームも買いました。これもオーブンで使えるやつです。じゃあ次、じゃーん。これ可愛くない？こうやって使います。今日最初に皆さんにおすすめしたいのがこの新商品。角度が3段階から選べたり、充電しながらでも使えるスマホスタンドなんですが、地面に触れる箇所が少ないので、キッチンなどの水場でもとても使いやすくて、本当に重宝しています。次、そう、この計量カップ欲しかったんです。なんか YouTube のおすすめで見て、いろんなもの組み合わせたりもできるので、これも買いました。そして次、かわいい。そうそう、なんていうんだっけ、じょうろ買いました。あ、そう、これ多分ね IKEA の新商品、すごい気になってて買いました。プラスチックの感じなんですけど、なんかまな板とか切りながら生ゴミとかをピョッピョッピョって横に避けるみたいな。で、ハサミ、なんか引っ越してからもうハサミがどっか行っちゃったので新しく買いました。じゃあ次、じゃーん。ベッドシーツをねたくさん買ったんですよね。その犬がねこうやって寝る前にガシャガシャガシャってしてすぐ破れちゃうので、今回多分2つ買ってます。グレーとグリーン、90センチ ×200 と120センチ ×200 も買ってます。じゃあ次、そう、キッチンのやつ、これも気になってて、シリコンの蓋で、すごいおすすめって出てきたので私も買ってみました。次にご紹介したいのがこのシリコンの蓋。耐熱性があるのでお料理中にも活躍するんですが、こんな風に蓋をお皿に乗せて真ん中を押すだけで真空状態になります。ラップの代わりとして使えるのがとても気に入っていて、このまま冷蔵庫にも保管できます。で、取るときはこうやってやればいい感じです。で、そう、このコップは背が高い大きめのコップ。
これ実はもう6つ持ってて、これプラス6つ買いました。デザインも好きですごい使いやすいです。これもう重ねて収納もできるので、いつも重宝してたのでこれをもう1セット買いました。じゃん、生ゴミとかがねシンクの下に行かないようにこれも買いました。次、じゃん、なんか日本だったら100均とかで洗濯ネットを買えると思うんですけど、スウェーデンでどこで買っていいかわからなくて買ってみました。こっちはちょっと洗濯機が荒い感じがするので、これは正直微妙でした。というのも三角形でサイズの表記が分かりにくくて、思ったよりかなり小さかったのと、素材もそこまで丈夫じゃなかったのであんまり長く使えないかなという印象です。次、じゃーん、こんな感じの大きさの収納カバーです。中が少し見えるからいいよね。使わなくなった布団とか入ればいいなと思いました。じゃーん、あ、そうそう、ドアのところとかにかけるやつが欲しくて買いました。これも定番かな、多分 IKEA だと。扉にこうやってかけることができるのでかなり便利です。じゃーん、ベストフレンドっていう名前の商品なんですけど、こう綺麗に剥げるようにもう最初から切れ目がついてるやつなので、多分犬飼ってる人は必需品ですよね。じゃあ次、じゃーん、バスケット買いました。2つ持ってるんですけど3つ目買いました。このバスケットはお値段も1000円以下で使い勝手も良くてすごくおすすめなんですが、よくカラーチェンジが行われていて、ほとんどの色は期間限定で売られているようなものなので、好きな色に出会ったら即購入するのがおすすめです。で、そう、これずっと欲しかった。なんかスウェーデンのうちにこれ結構置いてあるんですよね。どのお家にいてもこんな感じで、ここにブランケットかけたり、使わないときはかわいい。で、じゃん、なんかスウェーデンのコーヒーってこのサイズで売ってあるんですよね。こういう四角い感じのタイプの。なのでそれをそのままポコンって入れれるかなと思って買いました。次、そう、なんか引っ越してきてからゴミが結構違うんですよね、捨て方。なんかペットボトルとか缶とかこっちは捨てずに取っておいて、まとめてからスーパーとかで返却するんですよね。なのでたまればこのままもう持っていけちゃうので、すごい便利かなと思って買ってみました。このバッグもすごくおすすめです。リサイクルしたいものをここに直接入れればゴミ袋を使わなくて済むし、何より繰り返し使えるので気に入っています。それ関連で言うとゴミ箱を買いました。蓋付きを。でこれはキッチンの下の方、シンクの下の方に入れるので普段見ることはないんですけど、ちゃんとしたゴミ箱をゲットしました。次、じゃん、これずっと欲しかったやつ。揚げ物とかした時にこれポッて置いてたらそんな飛び散らないみたいな、すごい意外にすごい大きくて、多分どんなフライパンでも大丈夫な感じのサイズ感です。じゃん、靴べら。やばい、長くないですか？この靴べら、素材がスチールでしっかり重みもあって80センチあるので、どんなに背が高くても使いやすくておすすめです。で、キッチンに置きたいスポットライト。キッチンはね明るいので今まであんまり必要なかったんですけど、これから暗くなるということで必要かなと思ってこちらのライトを買いました。で、あとね5個ぐらい。じゃん、このパイプ何のパイプだと思いますか？いろいろ仕事部屋とかのケーブルがすごいことになってるので、それをまとめてきれいにしたいと思ってこちらのケーブルのオーガナイザーを買いました。で、これも買いました。なんか1階のトイレットペーパーホルダーがないので、ちょっともうこれで対応したいと思います。じゃーん、玄関に犬のリードだったり私の帽子、キャップとか何でもかけれると思うので、これも買いました。一応こんな感じで設置してみたんですが、フックが縦に3つずつついていて、このフック自体も太くて結構使いづらかったです。壁にも穴を開けたりする必要があるので、
ラックとして使うのであればこっちの方が良かったかなと少し後悔しています。じゃん、スタンドライトも買いました。2階のリビングルームのところがライトがないので、もう下から上に照らすライトを今回買いました。このライトは胴体がスリムで背も高く、電球は1つなんですが部屋全体をパッと明るく照らしてくれるのでかなりおすすめです。じゃーん、これは仕事用のデスクの上、この上にスクリーンを載せてこの下にいろいろ収納したいなと思います。今編集しているスタジオの机の上に置いたらすごくおしゃれになるかなと思ってワクワクしていたんですが、実際に使ってみたんですが常にスクリーンを見上げる形になって首がすごく凝るようになったので、結局1週間ぐらいで使わなくなっちゃいました。スウェーデンの IKEA では日本の 1.5 倍ぐらいの値段だったので全然必要なかったかなと後悔しています。あ、そう、あと食器棚を買いました。 So I'm just gonna go about and set it up. ザ・IKEA って感じで、この2つの段ボールに必要な材料と説明書が入っているので IKEA 家具の醍醐味である DIY の開始です。この食器棚は定番のビリーという棚にオクスベリという上半分がガラス張りになっている扉を組み合わせた商品。ヨハンにとってはこうやってゼロから組み立てるのは苦じゃないみたいなんですが、こういった家具はとにかく部品と工程が多いのでひたすらネジと木を組み合わせること2時間くらい。上には見せる収納、下には使わない調理器具なんかを隠して収納できるので気に入っています。あと奥行きがあんまりないので食器棚としてあまり圧迫感がないのもお気に入りです。はい、ということで総額23万円分の IKEA の購入品を紹介しました。 IKEA のサイトに行くとサイズや重さ、そして素材まで本当にいろんなことを細かく確認ができるので大きな失敗は少なかったかなと思います。でもやっぱりソファーとかベッドに関しては長く使うということも考えると実際に座り心地どうかなって試した上で買うのが一番後悔が少ないかなと思います。気になった商品や他におすすめの商品などあればぜひコメント欄で教えてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また来週もお会いしましょう。ヘイドー。